ねえ、お花摘まないの？こんなに綺麗なのに。摘んでくれたらあんたを取れたのに。映像化してほしいですね。怖っ。どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ今回はですね、投稿階段、いや本当にちょっとすごい話皆さんたくさん送ってくださってね、めちゃくちゃ面白いです。今回はですね、6人の方プラス1、はい、紹介させていただきたいと思います。これなんでね6人の方プラス1かと言いますと、以前ねこちらお階段巡りで櫻井館長が心霊写真を紹介してくれたんですね。その時にうわ怖いと思ってたところ、さらなる恐怖ありますよっていうご指摘というか、はい、ちょっと教えていただいた情報があって、それ見返したらはあってことが分かったんでね、今日はそのプラス1なんかそちらも最後にね紹介したいと思います。今回はひとみさん、そしてですねみくるさん、そしてイルカさん、そしてゆずママさん、そしてジョーさん、そして KH さんの6人のお話、そして、こちらですね SN さん、その櫻井館長の写真を見てここ気づきましたっていうね、お話、最後にねこちらを紹介していきたいと思います。皆さん本当にありがとうございます。こちらですね概要欄の方にメールアドレスがありまして、こちらの方にですね2枚組のステッカープレゼントいたしますので、タイトルにステッカー係と書いて連絡先送っていただけたらと思います。時間かかっちゃうかもしれませんがね、プレゼントさせていただきますので、ぜひ楽しみにお待ちください。そしてまた皆さん不思議体験がありましたらですね、こちらアドレスの方に不思議体験もねどしどし送っていただけたらと思います。よろしくお願いします。さあもう早速いきますよ。本当皆さんに聞いていただきたい。そして皆さんどう感じるのか、どう考えるのか、ぜひコメントの方にね感想を書いてほしいと思います。まずお一方目、ひとみさん、女性の方からいただきました。ありがとうございます。島田さんはじめまして。私は今まで数々の心霊体験をしてきましたという中からね送っていただいたんです。またですね、特に大事なお告げ的なことは大概夢で伝えられることが多いんです。亡くなった身内の夢などはそのようなお告げ的なことがほとんどです。不思議な夢を結構見ることが多いというひとみさんなんですね。そんな夢の中で今からお話しする夢の話はですね、絶対に嘘だと思われても仕方ないんですが、私にはどうしてもただの夢とは思えない話なんです。そしてこの話はある亡くなった有名人の方が出てくるというお話なんです。ぜひ聞いてくださいということで送っていただきました。何度も言いますが、あれが間違いだった、ただの偶然の夢だったとは思えません。島田さんならきっと聞いてくれるのではと思い、今回送らせていただいた次第です。今からおよそ4年前、私が働いていた前の部署に在籍をしていた頃、私はその職場に馴染めず、ありえないミスをしたり、頑張ろうと思えば思うほどうまくいかなく、精神的に少し病んでしまっていました。それでも仕事は休まずに行っていたんですが、ある日人生で初めて思ってしまったんです。でも葛藤しながら過ごしていたそんなある日、夢を見たんです。その夢の中で私は自分の故郷にある川の手前で立っていたんです。いい天気であったかく、川には船頭さんがいて船を漕いでいたり、子供や大人がたくさんいて川で遊んでいるという光景でした。私は川を渡りたくて川に足を踏み入れる。水深は私のふくらはぎぐらいまでありました。これなら向こう岸まで渡れる、そう思い川を渡っていると、急に水深が深くなったんです。そして誰かが私の足首を掴んで下に引きずり込もうとしてきたんです。ただ私はなぜか慌てるでもなく、まあいっか、そんなふうに思ってしまい、
辛い自分を終わらせたくてそのまま身を任せていたんです。しかし全然苦しくない。私を掴んでいたその手はなぜか今度は私を横へと引っ張るんです。そして水面に上げようとしているのが分かりました。次の瞬間、金色の光が目の前に眩しく差してきて、誰かが私を抱き上げて声をかけてくれている、それが分かりました。金色の光はその人の後ろにありまして、後光が差しているような状態。と思いながら徐々に目を開けてその人の顔を見ました。顎の部分にあるほくろ、この人はとよく顔を確認した時びっくりしました。なんとその人は亡くなってしまった有名な俳優さんだったんです。その俳優さんは私が目を開けたのを確認すると、ああよかったとあの笑顔で声をかけてくれたんです。そして君はこんなところに来る人じゃないよ、そう言ったんです。それからも俳優さんは私に笑顔で一生懸命何かを話してくれるんですが、俳優さんの後光が眩しくてそのまま目を閉じました。そしてその直後夢から覚めたんです。夢から覚めた私はなぜか泣いていました。このことがあってから私はその時勤めていた部署を異動させてもらい、今の職場で働いていますが、とても働きやすく人間関係も良好でと思うこともなくなりました。とても充実した日々を送っています。ちなみにこの夢を見た時期というのは、その俳優さんが亡くなられたというニュースを見てから半年から1年以内の出来事でした。失礼ながら私はその俳優さんのことをもちろん知ってはいましたが、大ファンというわけでもなく、好きな俳優さんではありましたが、どうして縁もゆかりもない私の夢に現れてくれたのか分かりません。でも間違いなくあの夢から私は変わったんです。気持ちを確実に前向きにしてくれたんです。だから今でも本当にその俳優さんには感謝をしています。もしかしたらその俳優さんは天国でも誰かを助けているのかもしれませんね、というふうにいただきました。ちょっとね実際ご投稿いただいたところには、その亡くなられた俳優さんのお名前もね、書いてはあったんですが、ちょっと今回は、そこはちょっと伏せて、紹介をさせていただきました。本当に素敵な方で、若くしてね、本当にとても残念だったという方なんですけども、本当にねファンの方もたくさんいらっしゃって、いつも本当に素敵な笑顔で、いつもね僕ら含めてみんなね元気をもらっていたというね、そんな素晴らしい俳優さんですよね。でこのひとみさんがやっぱり辛くて、もうねこの世界からいなくなりたいってそう思っていた時に渡っていた川っていうのが、もしかすると三途の川でふくらはぎぐらいまでのね深さだったんで、向こう岸まで行けるかもって最初思ったわけですよね。ってなるとそのまま向こう岸まで渡りきってしまっていたら、もしかするとという状況だったのかもしれませんよね。でそんな中ぐっとふくらはぎをつかまれて引きずり込まれそうになったんだけれども、実は横の方に引っ張ってくれていた。それはそのひとみさんの向こう岸に行くという行為を力ずくで止めてこちらの世界に戻してくれたというね、そういう行為だったわけですよね。目を開けたのを確認すると、ああよかった、あの笑顔で声をかけてくれた、そして君はこんなところに来る人じゃないよって言ったんですっていう、この俳優さんがどういうお気持ちでね芸能活動をしていたのかはもちろん分かりませんけど、でもやっぱりね僕もそうなんですけどね、一応人前に出て何かを発信する仕事をさせてもらってる身としますと、やっぱり僕なんかも手相でね
いつも心がけてることがあって、それはやっぱねいい手相をね紹介したいって思ってるんですよ。これなんでかっていうと、テレビとかでね紹介するともう何万人何十万人って方が見てくれていて、でなんか島田いつもいいことしか言わないなとか思う方がいたとしてもよくって、ただそんな中ちょっと日々辛くってちょっと元気がなくなっちゃったっていう人が手を見てくれて、僕が紹介したね、なんかこれがあると近々嬉しいことが起こるんだよ、今辛くても絶対に大丈夫だよっていう線を紹介した時に、そのうちの本当に一人でもね、その自分の手にその線を発見してくれて、あ、じゃあ頑張ってみよう、ちょっとこう気持ちが前向きになってくれたらいいなっていう気持ちでやっぱこういうお仕事させていただいてるんですね。できっとこの俳優さんもね会ったことはなくても画面を通して皆さんにねそういった前向きな気持ちになってほしい、楽しんでほしいっていう気持ちでやられていたんだと思うのでね、まあ夢でただの偶然だっていうこともあるかもしれないんですけど、でも間違いなくこの夢をきっかけにですね、このひとみさんは前向きになれた、あの夢から変わったんだってことで、本当にこう正しいこう一歩を踏み出す力をね、その俳優さんからもらえたということは、きっとその俳優さんも天国で喜んでるし、やっぱりそういう活動を向こう側でもされているんじゃないかななんて思いましたね。はい、いやちょっといろんなことを考えてしまう、でも本当に素敵な、お話送っていただきました。ありがとうございました。はい、さあ続きましてペンネームみくるさん、男性の方から送っていただきました。これ短いですけど皆さんよく想像しながらこの話聞いてくださいね。東海地方のある山の登山道の脇、ある登山道の脇に見たこともない花が一輪咲いていました。ああ綺麗だなと思い写真を撮ろうとスマホを抱えてしゃがみ込んだんです。カメラのボタンを押してはみたんですが、撮れた画像というのは花か何かもわからないくらいにブレていました。肉眼ではゆらゆらそよ風で揺れている程度なのに、どうしてこんなにブレてしまうのかと思い、スマホのカメラ設定が悪いのかなと思ってこのスマホをいじっていると、後ろに人が立っている気配がしたんです。振り返るとそこには上品な年の取り方をした老女が背後にいました。そして私に親しげに話しかけてきたんです。ねえ、お花摘まないの？こんなに綺麗なのに。美しい花を見つめながら、自然の植物には手を出さないっていうポリシーなんで、というふうに答えたんです。すると老女はため息をつきました。ああそう、摘んでくれたらあんたを取れたのに。振り向くとそこに老女の姿はありません。そして前を向くと一輪の可憐な花が咲いていた場所は平坦な草むらだったはずなんですが、道が急に途切れ断崖絶壁になっていました。映像化してほしいですね。怖っ、綺麗な花だなあ、綺麗だなと思って、でその花を摘むことはしないけども写真撮って、ああ綺麗だな綺麗だなと思ったら、品のいい老女が現れて、なんで摘まないの？いや自然の花なんでそれはね摘まないんですよ。ああそうなんだ、摘んでくれたらあんたを取れたのにと思って消えて、で気づいたらその花が咲いていた場所というのは断崖絶壁、つまり花を摘みに一歩前に踏み出していたらってことですよね。なんすかこの話。いや怖いなと思いましたけども、ちょっと本当誰ね映像化してほしいなっていうぐらいの、ちょっとなんかすごいパーンと切れ味のいいね、なんかショートムービーとかできそうなぐらいの話ですよね。本当ありがとうございました。びっくりしちゃいました。ゾッとしました。さあ続きましてペンネームイルカさんからいただきました。こちらも不思議なお話です。いつも楽しく拝見させていただいております。ありがとうございます。
もうかれこれ45年ほど前になります。昔の話ですみません。その頃友人と同じ飲食店で働いていまして、一緒にアパートを借りて住んでいました。ある日その飲食店を任されているママさん、だからある意味ね、このお二人が働いている飲食店の上司です、ママさんがこのアパートうちに泊まりに来たんです。3人で盛り上がって話をしていました。するとママさんが寝落ちをされたんで、私と友人はそろそろ寝ようかということでうとうとしていると、ママさんは奥の部屋で寝落ちをしてたと。私と友人は玄関側の部屋で横になっていたんです。時にですね、私と友人が目が合って、なんかおるよな、そんな話になったんです。そーっと奥の方で寝ているママさんの方を見ると、黒い影がママさんを覗き込むように見ているんです。私は声も出ないし固まっていると、その影の男の人と目が合ってしまったんです。顔もはっきり見えました。次の日の朝、ママさんにその話をしたんです。こういう顔の人がママさんの顔を覗き込んでたよ。するとその男性、どうもママさんの彼氏に似ているんじゃないかという話になったんです。その日ママさんが彼氏さんに電話をしたところ、彼氏さんは山で遭難をして病院にいるとのことでした。びっくりしたでしょうね。その後ですね、退院もされたんでしょうね。無事に良かったです。1週間ほど経ってママさんと一緒に彼氏さんの家に行った時、彼氏さんの顔を見て、この人だ、確信しました。あの時覗き込んでいたのはやっぱり彼氏さんだと思いましたと、その瞬間彼氏さんの家だけ停電したんです。不思議な体験、今でもこの時のことは忘れることができません。本当に遭難してしまって病院にってことだったんですが、ちょっと危ない状態だったんでしょうかね。そんな時、きっとその彼氏さんはママの顔を見に来て、最後の挨拶をしに来てたのかもしれないっていう、その時の顔がしっかり見えてたんですね。でもね、その後無事にね退院もされて、で、彼氏さんの顔を見て、あの時の黒い影の顔だ、あの人だと思った瞬間停電するっていう。きっとアパートかマンションか分かりませんけど、この彼氏さんの家だけ停電するっていうね、これもどういうことなんでしょうかね。いやちょっと偶然が重なりすぎてる気がするんで、やっぱ何かね、全部意味があるんでしょうけども、ちょっと興味深い話ありがとうございました。続きましてゆずママさん、女性の方から送っていただきました。ありがとうございます。私には気配を感じ取る程度の霊感があります。今回はそんな私の体験談になります。私は小学校5年生くらいから同じような夢を見ては金縛りに遭うということを繰り返していました。そのため夢を見始めてすぐに、これは金縛りが来るなと感覚的に分かるようになっていました。一人暮らしをしていた20歳くらいの頃になります。いつも通りに布団で眠ると、私は廃屋のような場所にいたんです。その時点で、これやばい夢だと感覚的に分かり、早く目を覚まさなきゃと思うんですが、なかなか夢から覚めることができず、焦っていると廃屋の中を腐敗したような人のようなものが徘徊し始めたというものが見えたんです。私は物陰に身を隠し、目を覚ませ、目を覚ませ、目を覚ませと唱えると目が覚めたんですが、また眠くなってしまい、寝ると同じ夢という感じなんです。これ怖いっすね。怖い夢、早く目覚ましたい、起きられたと思うんだけど、強制的にまた眠らされて、その夢見させられちゃうっていう。だから鬼滅の刃に出てきそうですけどもね、そういう能力を持った鬼。あれはね、嬉しい夢なんですけど、こっちはもう怖い夢なんですよ。怖い夢だからね、もう夢から覚めたいと思うんだけど、必死に起きてもまた眠らされちゃって、怖い夢を見させられるって逃げ場ないですからね。腐敗したような人のようなものに捕まると夢から逃げられないと直感的に思うんですが、その腐敗したもの、
もうすぐ私のそばまで来ていました。私はこういう嫌なことをさした時、母から教えてもらったお経の一節を唱えるんですが、どうにもこの時はそのお経の一節が出てこないんです。まるでうろ覚えとなってしまったように、頭に浮かぶのは歯抜けになったお経だけ。なんだっけ、周囲を見るとそのものは目の前まで来ていて、私に手を伸ばしていて、必死にその歯抜けになったお経を唱えていると、どこからかとても渋いダンディーな声が聞こえてきたんです。ちゃんとお経を唱えてもらわないと本当は助けに行けないのに。すると目の前にまで迫っていたものは消えてなくなっていました。声のする方を見ると、グレーのつばのある帽子をかぶり、おしゃれなスーツを着た初老の男性がいました。きっとこの男性が私を危機的状況から救ってくれたんだと思いました。男性はタバコを吸いながら私の方に来て、今回は特別。今後はちゃんと正確にお経を唱えなさい。こっちだって来たくても来れないんだ。と叱りつけるような口調で言われました。私はすみませんでしたとしか言えず、気がつけば目が覚めていたんです。そして夢から覚めたはずなのに、私が寝ていた部屋にあの男性が吸っていたタバコの匂いが漂っていました。時間を見ると午前3時ぐらいだったと思いますが、仕事の都合で実家の母は起きている時間だったので、すぐに実家の母に電話をし、今の話をしました。そして母にお経を再度教えてもらうと、あの夢以降霧がかかったように思い出せなかった一節がすんなりと私の中に入ってきて、そうそう、それそれとようやく霧が晴れたんです。ただ単に忘れただけとも考えられるんですが、週一は思い出して唱えていただけに、あの瞬間だけ思い出せなかったのがとても不思議でした。それと夢に出てきた男性は誰なんでしょうか。なぜ助けてくれたのか分かりません。ただ変な夢は相変わらず見るんですが、大抵はこのお経を唱えるとせいぜい金縛りになる程度で済んでいます。他にも不思議な夢体験たくさんあるんで、また機会を見つけて投稿させてください。長文失礼しましたというありがとうございます。面白いですよね。母から教わったというもう何度も何度も繰り返し、もう体に染みついているお経です。このお経がなぜか思い出せない、このお経をなぜか唱えられない、これってもうちょっと邪魔されてますよね。ただこのお経っていうのがやっぱりすごく効力があって、これが本当に有名なお経なのか、この一家だけに伝わるお経なのか分かりませんけども、それを唱えると助けに来てくれている謎の男性がいるっていう、ご先祖様なんでしょうかね。でやっぱりこの出現するためにはそのお経を正確に唱えないと出現できない、助けたくても助けられないっていうそういう縛りがあるわけですよね。ただ今回はちょっと正確ではなかったんだけども、あまりにもピンチだったということで、ちょっとそのタブーというかルールを犯してまで助けに来ちゃった。これも面白いですよね。今度からちゃんと唱えなさいよっていう。怖いなと思いましたね。もう当たり前のように唱えている、もう身についているお経がなぜか思い出せなくなるって、こんなことまでしてくるんですね。だその自分を払わせないためにというかなんでしょうね。お祓いに行こうと思ったら、そのお祓いのスケジュールがうまくつかないとか、あとは行こうと思うんだけどいろんな邪魔があってたどり着けないとかっていういろんな妨害の話も聞きますけど、こういう方法もあるんですね。いやでも守られているということで、一体この男性というのはどんな存在なんでしょうかね。とっても面白い話ありがとうございました。さあ続いては、ジョーさん50代の男性の方から送っていただきました。ありがとうございます。
2025年1月22日にですね、東光会談でこれ島田さんと深津さくらさん考察スペシャルってことで、なんか2人でね皆さんとお話をねちょっと紹介させていただいてたんですよ。でさくらさん怪談大好きなんでね、じゃあこうだとかいろいろ話も盛り上がったんですけども、その時四十九日についてのお話をされてたんですが、そこで思い出したことがあったのでメールを送らせていただきましたってことです。ありがとうございます。2012年から10年間とある会社で働いていました。給料は安かったものの同僚も皆さんいい人たちばかり。何より社長さんは仕事以外のことにも日々気にかけてくれて、いろんな相談にも気さくに乗ってくれて、かと思えば時にはいたずらっ子のように変なちょっかいを出してくれるような茶目っ気もあるというとても面白いおじさんでした。なんか素敵な職場だったんですね。ただ僕が勤め始めてから8年目の頃、持病が悪化したことが原因だったみたいなんですが、夜中から朝方の間に突然のをされてしまったんです。その後無事に葬儀を終え、いつものように午前2時頃に出勤し、倉庫でその日の段取りをしていた時のこと。持っていたスマホが何もしていないのに突然反応して喋り出したんです。ただその時何と言っていたのかは忘れてしまいました。自分自身は特に霊感はなく、霊感の強い友達と一緒にいた時に不思議な体験をしたことは何度かありますが、時間が時間だし何か嫌だなと思いながら作業を続けていたんです。すると今度は目の前20センチぐらいの距離で真っ白に光り輝く丸い発光体のようなものが高速で駆け抜け、どこかに消えてなくなっていったんです。俺なんか疲れてるのかなと一旦作業をやめ缶コーヒーを買い休憩をした後からは特に何も起こることはありませんでした。仕事から戻ってきて気がついたんですが、その日が亡くなった社長の四十九日だったんです。あの光り輝く発光体は社長が最後のお別れにいたずらをしに来てくれたのかなと思ったら嬉しくて、誰にも見られないところで泣きました。それが僕の四十九日の思い出です。読んでいただきありがとうございました。葬儀も終えて、しばらくした時にですね、いつものように午前2時ぐらい、もう本当に真っ暗の中出勤して、倉庫で働いてって時に持っていたスマホが何もしていないのに突然反応して喋り出した。何だったんですかね。これ覚えてないってことなんですけどもね、その時の言葉っていうのがもしかしたら社長からのメッセージとかね、頑張れよとかね、そんな励ましの言葉だったりしたのかもしれないですよね。で光り輝く発光体がビューンと消えてなくなっていったっていう、いたずら好きだったっていう社長さんですけども、四十九日というね、そういった節目での出来事ということで、なんか本当にそうだったんじゃないのかなっていうふうに思いますね。本当にこの四十九日っていうこれ仏教の中の世界での話だと思うんですけど、世界的に見てもなんか本当におよそ50日ぐらい、何なんでしょうこの期間ってね、やっぱり近くにまだいてくれるのかなっていう、あちらの世界に旅立つ前まだこちらにいて見守ってくれている期間なのかもしれないですね。本当にありがとうございました。さあ続いてですね、こちらはちょっともうどういうことという、ちょっともう本当に読んでて怖くなったお話なんですが、KH さん、関西在住の20代男性の方から送っていただきました。ありがとうございます。およそ20年前、4歳か5歳ぐらいの時です。子供の頃ですね。怪談なのかね、よくわからない不思議な体験をして、いまだにこんなことがあったと記憶に残っている話を今回させていただきます。当時自分は幼稚園に通っていました。僕が不思議体験をしたのは朝方なんです。いつもは両親と川の字で寝ていて、で僕はその日一人で寝ていたことに気づいて、心細かったんで両親のところに行こうとベッドから降りようとしたんです。ただ若干ベッドの高さが高かったため、少しばかりピョーンとベッドから飛び降りるという形になっていました。ベッドから降りようとした瞬間、
ベッドの足元の方に物置があるんですが、そこからカタッと変な音がしたんです。最初は何か倒れたのかなと思い気にせずベッドから降りると、変な音が聞こえた方から怖さを感じる、なんか妙な雰囲気がしてきて、すぐに動くことができませんでした。変な気配がしたんですね。恐る恐るその物置がある方を見てみると、馬にまたがった武士の格好をして刀を持った骸骨がいたんです。どういうこと？馬にまたがって甲冑、なんか武士の格好をして刀を持ってるっていう骸骨がいる。逃げないという気持ちはあるんですが、恐怖もあって体が動かずにいた中で、骸骨が刀を振り回し馬とともに迫ってきたんです。うわーっと慌てて階段の方に逃げました。めちゃくちゃ怖いですよね。逃げた瞬間、刀が体に当たった気がしたんですが、何ともなかったんで、階段をそのまま降りていきました。すると馬と骸骨は階段を降りることができない、2階から降りられないような感じになっていたんです。安心して漁師のもとに行こうとしたんですが、その瞬間骸骨が手に持っていた刀を投げつけてきたんです。刀を投げつけてきて驚いているところまでは記憶があるんですが、その後どうなったのか全く記憶にありません。その後両親に心配な声で起こされました。両親から話を聞くと、2階の寝室で寝ていた僕が1階の畳の部屋で泣きながら寝ていたそうなんです。その瞬間、ああ夢だったのかと安心してパジャマから普段着に着替えたところ、おでこの部分に赤い一本線、胸周りにぐるっと一周した赤い一本線の跡、あと首の喉仏、この部分に1センチくらいの一本の線が入っていました。当時は寝相の悪さで、変な跡が残ることもあったんで、そのまま何事もなく気にはしていませんでした。これが全体的な話になるんですが、今思えば不思議なことはいくつかありました。この話が夢だとしたら、いつ2階の寝室から1階の畳の部屋に移動したのだろうか。そうですよね。着替える際に体についていたのにね、気づいた変な跡は、これ骸骨が振り回した刀の当たった痕跡だったのか、そんな感じしますよね。あと物置のあった場所からした変なカタッという音、あれは何だったのかなどね、いろいろと思い出せばきりがないんですが、心霊体験だったのか、現実の場所と同じような異世界にいたのかとかよくわからないような不思議な体験をしました。ちなみにですが、数年前にこの不思議な体験をした家は火事で全焼してしまいました。大変でしたね。この火事が関係あるのかどうかはちょっと分かりませんけども、馬に乗って武士の格好して刀振り回す骸骨来たらめっちゃ怖いですね。で謎のおでこの部分の赤い一本線、胸周りのぐるっと一周した跡ね、あと喉仏の部分の1センチぐらいの線だから、これわーっと振り回して体に当たったとか言ってますが、その時の刀傷で、ここ一周してるってことは、ここ胴体と2つに分断されてたんですかね。あとここにちょっとあった1センチぐらいの傷っていうのは最後バーンって投げたのがここにプスって刺さったとか、そういうこといろいろ考えちゃいますよね。なんでしょうね。そういう人形がないっすよね。そんな骸骨が馬に乗ってる、刀振り回してるなんて人形見たことないですもんね。五月人形とかだってきっとないだろうし。でも物置だからな。でもしかすると男の子っていうことで五月人形で鎧武者みたいな、馬にまたがってる鎧武者とかもあるのかな、人形。そういうところに変なのが入り込んじゃって、それが骸骨のように見えてっていう、それが襲ってきたとかっていうことなんですかね。
ちょっと面白いのが2階からは降りてこれないんですよね。階段降りられないですね。馬だとちょっとよかったですね、そこは。あんまり馬の名手ではなかったっていう。東京都港区にある愛宕神社っていうのがね、すっごい急な石段、80段以上の石段があってね、あれ出世の石段っていうんですけど、なんで出世の石段かっていうと、徳川家光さんの一行ですかね、三代将軍が前通った時にすごい急な石段だな、で上に梅の花咲いてるな、誰かあれ取ってきてってわけですよね。でみんなもう馬のまたがってるし、いやそんなのこれ登れないですよ馬で。でさらにね、登ったはいいけど下れないでしょ、これ落ちちゃいますよと思った中、無名のですね武士間垣平九郎っていう人が「俺行ってきます」ってブワー駆け上がって梅の花ポキって折って、でぐわー駆け下りてきて「どうぞ殿」って渡したら「お前すごいな」っつって、一瞬にしてこう大出世を遂げたんですね。なんであそこが出世の石段とも言われててね、あそこ今登ると出世できますよなんてことで、結構ねサラリーマンの方もねよくあそこ参拝来られてるんですけど、そういう人だったらもうね関係なく2階からも降りてきたんでしょうけどもね、よかったですね。そこまでの梅の名手じゃなくって、何でしょう、最後にあった火事で全焼してしまったっていうのがちょっと怖くて、本当にちょっと大変だったなってことなんですけども、はい、ちょっと紹介させていただきました。ありがとうございました。さあ、6人の方ですねお話を送っていただいたんですが、最後ですね7人目 SN さんがですね、これ1月に紹介させていただきました櫻井館長さんがゲストにね来られた回に、事故車、事故物件とかありますけど事故車のねお話をしてくれたんですよ。最後にその車を撮った写真も紹介してくれたんですけども、ここにちょっとやっぱ変なのが写ってましたよっていう写真で、まずそれがこちらだったんですね。はい。で誰ももちろん乗ってないはずなんですけども、なんかこう車の中に誰かがこう座ってる乗ってるんじゃないかみたいな写真が撮れたんだということで、やっぱりこれね事故車で何かそういったまだ念がねこの車にっていうような話をしてくれたんです。めちゃめちゃ怖かったんですけども、でこのですねお話を聞いてくださった SN さん、以前お階段巡りで公開していた櫻井館長さんの心霊写真に他の女性の顔もさらに写っていると思ったんで、赤い印をつけてお送りさせていただきました。多分これ櫻井館長も気づいてないんですよね。もちろん僕たちもその時櫻井さんが言ったとこしか見てなかったんですけど、ということで今回改めて、SN さんにご指摘いただいた場所を見てみると、しっかりなんか顔みたいのが見えてるっていう、すごくびっくりしたんです。皆さんもね、ご覧いただきたいと思います。この部分です。どうぞ。これってどこなんですか。隣の車のあれですかね、ドアの部分なんですかね。そこに反射してるってことなんですか、鏡のように。ってなるとなんかやっぱこの車の中になんか乗ってて、それがこう鏡のように反射して映って見えてるみたいなことだとすると、やっぱりこの車の中誰か不思議な存在が乗っているんじゃないかという。で僕らは一つだけを見てびっくりしていましたが、なんならこっちの方がはっきり顔に見えますからね。確かに女性に見えますけども、やっぱりすごくね、今なんか本当にこう良くない車だったんじゃないのかなということが今回のちょっとご指摘でなんかさらにね分かりました。怖っと思いましたね。確かにここ映ってると思いましたけども、はい、ありがとうございます。これどういうお話だったのか、櫻井館長さんにね出ていただいた時のその回のね動画もこれ概要欄の方に貼っておきますんで、ぜひねそちらも合わせて見ていただいて、こちらまたね写真見ていただけたらと思います。ありがとうございます。今回ね写真を見ていただいたら、いやここも写ってませんっていうことで紹介させてもらったんですけど、コメント欄もそうなんですけどね、僕らが思ってもなかった考察だとか
目から鱗が出るような新解釈とか、あとは動画や写真の時にいやいやここも映ってますよとか新たな情報をくれたりするんで、なんかすごく実際怖いんですけど、怖いながらめちゃくちゃありがたいなっていつも思ってます。なんでね、ぜひ皆さんこれからも何か気づいた点ありましたらね、コメント欄、あとはねメールの方にどんどん送っていただけたらと思います。ぜひねそんな感じで一緒に、このお街道巡り盛り上げていただけたら嬉しいです。これからもよろしくお願いします。というわけで、今回はですねこの7人の方にステッカー差し上げます。概要欄にありますメールアドレスにタイトルステッカー係と書いて連絡先送ってください。ステッカーお送りいたします。そして引き続き皆さんからの不思議体験も随時募集しております。こちらも合わせてですね概要欄にありますメールアドレスの方に送ってください。よろしくお願いします。というわけで今回は投稿怪談をお送りいたしました。島田秀平のお怪談巡りでした。ありがとうございました。次の瞬間、金色の光が目の前に眩しく差してきて、誰かが私を抱き上げて声をかけてくれている、それが分かりました。3人で盛り上がって話をしていました。するとママさんが寝落ちをされたんで、私と友人はそろそろ寝ようかということでうとうとしていると、ママさんは奥の部屋で寝落ちをしてたと。私と友人は玄関側の部屋で横になっていたんです。